今度は生活動作を見直しましょうっていうのを始めます。で、生活動作、立ち方、座り方、歩き方ですよね。あとは何がある？物の持ち上げ方。よく物を持ったり下ろしたりするでしょ。それからもう一つ最後に寝方っていうところまでやります。で、立ち方、立ち上がり方ってすごく実は大事なんです。ちょっと一回座ってみましょうか。座ってみて。で、今座るときに、座り方、座り上がり、まあ立ち方からいこうか。じゃあ立ち上がり方で一回立ってみましょうか。はい、そうすると今自分で分かった。もう一回座ってみて、前かがみになって、前かがみになって、はい、立ち上がると、そうすると立つときに、これなんでこういうふうになるかっていうと楽だから。はい、楽でしょ。前かがみで立ってこう伸ばすと。でも実はもう一回いこうか。前かがみになって立つと、はい、立って、ここから上がってから腰を伸ばさなきゃいけない。そうするとその度にここに腰に負担がかかる。腰のところに体重が乗っかって、このぐらいね、ここで、はい、前かがみで立ち上がって、ここで腰に負担をかけて上がってるのね。これを1日に何十回もやると必ず腰痛めちゃう。で、今ここの筋肉あんまり使ってなかったでしょ。使ってないですね。はい、もう一回座りましょう。で、今度は筋肉を使った立ち方しましょう。今度はさっき1で立ってたでしょ。今度は1、2で立ちます。1でちょっと足を気持ち引いて、そうそう引いて、はい、ここから上に上がるように、はい、上に上がる、まっすぐ上に上がるように、そうするとまっすぐ上に上がることでももの筋肉を使って立つよね。今度座りましょう。ももの筋肉を使ってまっすぐ座る、なるべく。そう、使ってる？使ってますね。うん、もう一回1、2、そうすると前かがみにならないで立ち上がるんで、腰に負担がかかってないでしょ。腰に負担がかかんないで、逆にももの筋肉をしっかり使って立ち上がり。はい、もう一回座ります。まっすぐ座ります。そうすると今度今意識してまっすぐ降りたでしょ。そうすると座っててどう？今自分の感覚。この辺が楽です。楽だよね。なんで楽かっていうと、これはもう一回いこうか。ごめん。初めの座り方。前かがみになってこうやってみんな座るじゃん。そうするとこの時ってもうここの足の筋肉を使ってないから、座った瞬間にお尻の筋肉がペチャッと抜けてるのよ。そうするとお尻の筋肉を使ってないってことは背骨の支える筋肉も一緒に働いてないから、ここから伸ばすっていうと今度ここを伸ばさなきゃいけない。もう一回伸ばしてるでしょ。前かがみになって今度起こしてるから、ここがすごく辛くなる。でこれをもう一回立ちます。まっすぐ上がってまっすぐ上がって、はい、もう一回まっすぐ座ります。そうするとこういう座り方することで、足の筋肉を使って座ったんで、今度お尻にちゃんと力が入ってるでしょ。お尻に力が入っていると背骨を骨盤の上にきれいに背骨が乗っかっている状態で今座ってるんで、はい、もう一回してみて。そうすると肩の力が抜けてる。だからよくきれいに座りましょうって言うと、皆さんこう姿勢よくって言われると、はい、一回ちょっと姿勢悪くなっていって、だらーんとして、はい、姿勢よくしてって言うとここで伸ばすじゃん。でここで姿勢よくしてって言うと、これはどう？今ここが疲れてるでしょ。緊張しててこの姿勢は長く持たないんです。疲れちゃう。長く持たない姿勢、腰が痛くなる姿勢がいい姿勢なの。これいけないよね。姿勢よくって時に一番いいのは一回立っちゃう。まっすぐ上がってまっすぐ上がって立って、もう一回まっすぐ座り直す。そうするときちんとお尻の筋肉に力が入って骨盤から背骨がきれいに立っている状態。そうすると楽にこのまま前かがみになっても、前かがみでこうなっても楽でしょ。楽ですね。この楽な姿勢が保てるようになります。これが立ち上がり方、座り方。今度もう一回立ちます。今度ね、同じ立ち上がり方でも日本では作法って言いますね。もう少しこっち来ようか。下から、はい、ここから立ちます。この時、ここから立つ時も大事ですよね。ここから立つ時にやっぱり家の中でこう座ってて、まあこうやって座ってもいいんだよ。どうやって座ってもいいんだけど、立つ時にここからよっこいしょってこう立つじゃん。そ
そうするとさっきの前かがみからこう上がっちゃう、はい、そうすると足の筋肉を使わないで腰でこう伸びてる立ち方になっちゃう、はい、そうするとねどうなるかというと家の中って狭いからこのままよっこいしょでこのまま歩き始めちゃう。でこのままどっか行って持ってまたこうで持ってまたこうやって持ってずっと腰がそうですずっとこのままで動いてることになっちゃう。そうすると腰が痛くなってくる作業姿勢になっちゃうんです。でそれをね直しましょう、はい、やっぱりこれは作法です。日本でいうね、はい、一回ここで、はい、つま先を立てます。こういう感じ、はい、そうそっちにちょっとこっちに変わって反対に振ろうか。反対にこっち向いて僕の方向いてこっちそうそうそう、うん、もうちょっと前にして、はい、そうここを上げるでしょ、はい、上げたら左膝をちょっと上げて、うん、そう進めます、はい、そのまま上に上がる、はい、そうするとほら綺麗でしょ、はい、で楽でしょ。足は使うんだけど上半身をこうやって動かさないからすごく楽に動ける。座るときは一緒。この足をずらして座るときもちょっとずらしてこのままこう降りていく。そうまっすぐ降りてついてで座る、そうすると座った時の姿勢も楽でしょ、はい、これが立ち上がり方座り方っていうことです。はい、はい、もう一回立ちます、はい、じゃあ今度ここから、はい、ずらしてはい上がります。はい、今度立ち姿勢このままいきましょう。はい、こう足を広げて、はい、で立ち仕事するときに大体どこで仕事してる？こうやって立ってる？はい、こうやって立ってます、で今肩幅ぐらいじゃない、はい、そうするとここで立ってるとこっちに体重かけて疲れてくるとこっちに体重かけてやるよね、はい、こういう立ち方してるのね、はい、そうすると長く立ってるとだんだん痛くなってきちゃう。これを肩幅よりも1個2個開きます、はい、でここからお膝をちょっと曲げます、はい、ちょっと曲げます。そうするとちょっと曲げるとここに乗っかったでしょ、はい、体重が。でここに体重を乗っけてからこう仕事を始める。動いていって台所で例えば前かがみになって、はい、台所で動くときにこうやってるところいつもここに体重が乗っかってるでしょ、はい、そうするとここに体重ももの前に体重が乗っかってるんで腰がすごく楽。同じ前かがみで仕事する。これが足を揃えてで前かがみになるとお尻が後ろに行って頭が前に来るのね、はい、でこうやってるとここから膝曲げてももうここから曲げてもこうさあ伸びようと思ってあいてて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 ってなっちゃう。それは立ってる時に腰に体重を乗っけてる。これ一回初めに開くで初めにお膝をちょっと落としてももの前に体重をいつも乗っけといてあげる。ここに体重が乗ってるとあとはこうやって前かがみで仕事してずーっとこうやって作業しててもずーっとこうやって動いててこうやって動くでしょ、どんなちっちゃいところでこうやって動いてても起きようと思ったらスッと膝を伸ばせば起きるから腰に来ない。これは立ち仕事の仕方1、2はね包丁持って包丁、包丁持つと皆さん包丁このままで包丁持っちゃうと包丁が斜めに前にいっちゃう。あ、そうですね、こっちにこういくでしょ、でこれだと引いてみてそうするとここまでしか引けない、引けないから皆さんどうするかっていうと一生懸命押すのよ。こうやって使ってる、はい、だからで包丁使っててだんだん疲れてきちゃうのね、はい、でこれを持った方の足を1個引く、はい、柔道の構えと一緒、はい、でここでお膝ちょっと緩めてもう一回、はい、ここで動けるね、はいはい、このまま包丁を持ちます。そうすると包丁を後ろに引けるよ。ああ、そうですね、はい、肘が後ろにこうまっすぐ引けるでしょ、はい、そうすると長い包丁でも楽に引けるしこうやって押して切るにしてもすごく肘が楽に仕事ができる、はい、だから必ず道具を持った方の足を道具を持った方を引く、左に持つんだったら左足をちょっと引くっていうのが立ち方ポイント2です、はいはい、これをやっていくと生活の中での動作がすごく楽になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。